ご視聴ありがとうございます。KK です。本日は七夕の季節に合わせて笹や月、天の川を描いていこうと思います。色紙に作品も書きましたので、最後まで楽しんでいただけると嬉しく思います。笹の葉の特徴は細くすっと伸びているところです。今回は丸筆と平筆を使って書いてみました。平筆で書くときの注意点は筆を抜く方向です。細いラインになるように筆を動かしましょう。丸筆で書くときも細い刃になるように気をつけます。筆をぎゅっと押しすぎないようにしましょう。最後は筆を立てるようにしてすっと抜きます。上が丸筆で、下が平筆で描いた笹の葉っぱになります。笹の茎は細くしなっている印象があります。また枝も節から何本かに分かれているので、そのように描いていきたいと思います。ここでは丸筆を使っています。茎が太くならないように筆先を使って描いていきました。笹にある節を少し描いても良いかもしれません。節から何本かの枝を描いていきます。笹の枝が描けたら、それに合わせて葉っぱを描いていきましょう。ここでは丸筆で笹の葉を描いていきました。笹の葉の色は好みで色をミックスさせて作っていくと良いと思います。この作業を繰り返し笹を完成させていきます。笹が完成したら短冊を描いていきましょう。少しカーブさせることで短冊が風になびいた感じが出ると思います。自分の好きな色で笹を飾っていきましょう。笹の緑や短冊の風になびいた感じが部屋を涼しくするといいなと思います。三日月を描く時の一つのヒントです。丸いものの円に合わせて半円を描きます。そしてそれを少しずらし、また半円を描きます。すると三日月の形が出来上がります。丸いものの大きさを変えれば三日月の大きさも変わってきます。描きたい絵の大きさに合わせ円を変えていきましょう。コインを使うと小さい三日月を描くことができます。三日月をベタ塗りしても良いのですが、細いので結構塗るのに神経を使います。特に三日月の先の細い部分は気を使います。そこで三日月の形に紙を切り取ってステンシルで色をつけていこうと思いました。ステンシルブラシに絵の具を取り、パレットの上でトントンと絵の具を落とします。その筆で三日月に色をつけていきましょう。輪郭をはっきりさせるためにカットした紙の縁にしっかり色をつけることが大切です。月自体に陰影ができ、少し霞んだ感じの三日月になりました。どのように描きたいかで使い分けると良いと思います。今
回天の川は星が集まったように描きたいと思いました。そこで絵の具を散らすスパッタリングをしていこうと思います。まず天の川のイメージのラインを描きます。そのラインに合わせて紙を切っていきましょう。使うのは両側の紙です。紙を置いて天の川の位置や幅を決めます。今回は歯ブラシでスパッタリングをしました。実際にスパッタリングする前に他の紙でどのくらい絵の具が散るかを試しておくと良いでしょう。絵の具の水分量の多い方が大きい粒のスパッタリングになるように思います。今回はかなり小さい粒のスパッタリングにしました。粒の密度が高くなるように何回も繰り返しています。自分が納得したところで両側の紙を剥がします。天の川の下の方は色が薄くなるようにスパッタリングをしました。他の夜空の部分は密度を下げて絵の具を散らします。三日月の位置や角度を決めステンシルをします。この絵では笹の葉はチタニウムホワイトとスプリンググリーンで明るい緑にし、平筆で描いていきました。葉の先が細くなるように丁寧にストロークしていきましょう。笹の葉の位置や量などを考えるのも楽しいと思います。短冊の色によって絵に変化が出ると思います。短冊の色や数によって明るい絵にすることもできると思います。額を置いて出来上がりのイメージをチェックしてみました。もう一つ色紙を使って作品を作ってみました。解説はテロップで入れています。制作過程を楽しんでいただけると嬉しく思います。